それ今日使う？今日の一発目の材料です。これは何？シントリロジーです。40代50代の健康を心と体とスパイスのスペシャリストが食事や料理をメインに配信しているチャンネルです。お気軽に楽しんでください。なんかバーに来たらいいですね。いらっしゃいませ。すごい。今日はとりあえず、はい、バー井上ようこそ。今日すごい暑いじゃないですか。いや、むちゃくちゃ暑い。なので、夏バテ予防のスムージーを作りたいと思ってます。いいですね。これですか？それです。そう、ココナッツを使って、私ヨガをやってるじゃないですか。で、基本お腹からにして練習するので、終わった後にね、すごくお腹が減るのね。で、なるべくもう簡単にパッとで体に負担がないものをまずこうごくりと飲みたいので、汗をかいた後にいいようなレシピにしようかなと思っているのと、せっかくのヨガつながりなのでちょっとインドっぽい食材を今日はそういうマテリアルを選んでみました。なので今日の材料はココナッツウォーター。主体なんですか？ベースですよね。ベースですね。ココナッツがベースになるんですね。そうです、そうです。お水であったり豆乳であったりしますけど、今日はココナッツウォーター。で、最近カルディとかでも売ってるから意外と手に入りやすいと思います。これどちらで買ったんですか？ちなみに。これはこの間行った新大久保のグリーンナスコを買ってきました。グリーンナスコなんだ。そう。ココナッツといえば、前一番最初にも話してたけど、なんだっけ、体を冷やす作用というか、熱を冷ます作用。そうですね。夏の食材ですね。だから暑い日にはいいよね。運動後とかにもきっといいんでしょうね。このまま飲んでみます？ちょっと味見で。ココナッツのね、栄養価をね、ちょっとバシッとこう教えてもらえた。ここに書いてもらえたね。お願いします。ここに入れたらかっこよかったんだけどね。入れたら。これ純粋なココナッツなの？そうです。このメーカーの2種類売ってて、お砂糖が入ってるやつもあるんですよね。だから買うとき気をつけて、ココナッツ 100% のを使うといいと思います。純粋なココナッツです。そう。どうですか、味は？いや、もう普通に美味しい。美味しい。良かったです。で、あと今日フルーツは冷凍のマンゴーを用意しています。最近はね、スーパーでよく冷凍でいろんなですか、フルーツが売ってるんですね。だからすごくいいと思いますよ。便利ですよね。これスムージーにはね。今日ちょっとインドのイメージでマンゴーにしました。インドといえばね、やっぱマンゴーがね。ですかね。そうなんだね。アルフォンソマンゴーなんか有名で、日本にも入ってきてますよ。インド産のが。インド産のも入ってきてますし。そうなんですね。最近は生のフレッシュも入ってきてますね。いいですね。それまでは缶詰とか多かったんですけど。なんで今日のベースはココナッツとマンゴーで、今日の必殺技はここら辺のちっちゃいもので、生姜少し入れてピリッとさせて抗酸化の作用も出したいと思ってます。で、これはね、モヒートのミントなんですけど、これたまたまうちの庭になってたのでなんとなく持ってきました。少しこう爽やかな感じが出るといいと思ってます。そして今日の目玉はね、このスパイスですね。カルダモンの、スパイスを今日はパウダーで売ってるものもあるんだけど、今日は野口さんが飲み物はね、カルダモンを使うんですよ。そうなんですね。ラッシーなんかにも入れたりするぐらいだから。インドのマイソール行った時にチャイよく飲んだんですけど、チャイにはマイソールのチャイには入ってました、カルダモン。で、それで美味しいなと思って、今日も少し入れたいなと思って用意していただいてます。そうですね。マンゴーだったら例えばシナモンがあったりとかね。なるほど。なんかそういうイメージありますよね。いいですね。あとやっぱり夏なんでちょっとお塩も入れたいなと思っています。そんな感じで早速作っていこうと思います。ではブレンダーに材料を入れていくだけなんですけれども、ちょっと質問していいの？内君。こういうのってスパイスをこうやって飲み物に入れて
シェイクして飲むって、そういうのもすごくやること多い。最近じゃないですかね。例えば、桃ジュースと桃と紅茶なんか自販なんかで売ってんじゃないですか。ああいうのに例えばちょっとチリ入れたりとか、なんか例えばチリじゃなかったらカルダモン入れたりとか、そういうニュアンスで結構増えてきてますよね。けどそう飲料にこういうのを入れるっていう、ね、それがなんかすごくちゃんとしたなんだろう、こう定番的な味に、ね、なっていけばすごくそうだね、体にいいね、スパイスで、例えばねジンジャーなんかもね、体ね、この夏場ね、エアコンで冷えちゃった体を温めたりとか、冷え性なんかにもねいいでしょうから、そういうのをうまく取り合わせてね、いいよね。入れすぎな気がするな。スムージーのあれちょっと調べたんですよ。さすが。スムージーとはみたいな。スムージーとはもともと1930年40年ぐらいからちょっと始まったらしいですよ、スムージー。でスムージーは滑らかって意味なんですよ。スムーズから来てるんですよ。でそれがスムージーして、で1960年代にアメリカで爆発的になんかこうスムージーが流行ったっていうのは出てましたね。アメリカ行くと多いよね、スムージー屋さんがやたら多くて、そうフルーツでこう飲めるみたいな、結構いい値段するんだけどすごく美味しい。自分も初めてアメリカ行った時にスムージーどこで飲んだんですか？じゃあ結構メルローズ。メルローズちょっとチャラついた。LA ですね。そう、ロサンゼルス。メルローズで、そうスムージー。こういうお店って日本にないなと思いながら、こういうの日本にあればいいのになと思いながら、それだけそういろんな種類のスムージーが。ミント入れてっていいですか？じゃあお願いします。ミントお願いしていいですか？ちぎって何枚入れましょう？10枚ぐらい入れましょうかね。10枚ぐらい。10枚ぐらい入れようと思います。なるほど。生姜は刻んでますね。なんとなくみじん切りというほどじゃないけど、ちょっと生姜を刻みました。1かけも入れてないんですけど入れます。なんでしょう、味の引き締めに入れました。そして、カルダモンは今日はそうですね。すっていくってことですよね。やりましょうか。お願いしていいですか？何粒ぐらい入れましょうか？一つまみぐらい入れようと思っていたんですよね。じゃあ一つでいいかな。ちょっとこのスースーここにポンって入れるよりかやっぱこれで中のね種だけ入れた方がいいですよ。中のこの部分の種見せます。そんな感じ見えてます。バッチリ。結構大きいんだね。このまんま。ちっちゃな薄ですね。それ。中には種が10ぐらいあります。それをすりつぶす。すり鉢で。いい音。いい香りですね。おお、すごい。いや、こんなちょっとフルーティーな感じもするし、柑橘系のね。でこれこのままお願いします。そうなんだ。感じとしては本当に一つまみです。あとお塩をください。最後に塩を一振り入れて、ちょっとその塩分補給もしたいと思います。さて材料は以上になります。これでちょっと飲んでいただいて、味が足りなかったらスパイスなども足してみてもいいかなと思っています。じゃあいきますね。スタート。液漏れしないで。止まるんだ。何これ？こんな自動なんだよね。これいいですね。いや、すごい。結構やってたんですか？これで作ってました？結構。5回ぐらい作りました。5回作った。30秒ぐらいで勝手に止まってくれます。さあ、できました。パチ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 。すごいな。お待たせいたしました。本日のスペシャルな一杯でございます。一品目。お疲れ様。お疲れ様。これアルコール入れてもいいかもしれないね。昼から最高ですね。美味しいね。美味しい美味しい。美味しい。塩加減もすごいいいんじゃないこれ。ちゃんともろもろの味がしますね。ミントはね、結構いい役をします。ミントですか、この感じは。香りが。
やっぱ生のいいですね。カルダモンってもうちょっと入れてもきっといいのかな。ミントが強すぎるのか。カルダモンも若干効いてますよ。若干感じますよ。お塩もねありますよね、後味で。あ、これはいいね。いやこれいいね。美味しい。いいですね。